前回のお話、NBC 兵器の攻撃を想定し建設されるようになった地下シェルター。唯一の被爆国である日本の普及率はわずか 0.02%。 あの有名なテーマパークディズニーシーを作るための埋め立て地の土がある場所から運ばれてきたという噂もありますよね。なぜ日本はシェルターを推進しないのか疑問に思いませんか？急速に変化する未来に向けてどう受け止めるか、それは皆さん自身です。日本の自衛隊の最高指揮官を皆さんご存知でしょうか？こういう言い方をすればすぐに答えが出てこない方もいるでしょうが、そう、答えは内閣総理大臣。もしどこかから日本にミサイルが飛んできたら、もし東京に照準を合わされていたら、内閣総理大臣が避難する場所、やはりそういった話を出すとまず話に上がるのは立川市にある永田町、または市ヶ谷に立つ防衛省庁舎ですよね。防衛省の地下3階には通称地下指揮所と呼ばれる施設があります。そこでは24時間体制で日本周辺を監視しており、迎撃ミサイルの発射の決定を下す万が一の時の重要施設です。防衛省庁舎の中にある地下指揮所に行くにはカモフラージュのために一般のエレベーターと混合された構造になっており、通常時は通常のエレベーターとしても使用されているので、どれが地下指揮所へつながるエレベーターなのかは見分けがつけにくくなっております。もし許可のない人間が地下3階に降りようとすると、銃をぶら下げた隊員がすぐに追い返しに来るそうです。しかし防衛省の地下指揮所はダミーの可能性があるんですよね。東京23区外のある場所に立っているビルの中に隠し扉があるといいます。隠し扉を開くと鉄の扉があり、磁気カードを差し込みパスワードを入力すると鉄の扉がスライドする仕組みになっているといいます。この施設に入る際にはカメラ、携帯電話、ノート、カバン類を持つことは禁止。地下28メートルまでコンクリート打ちされており、広島に落ちた原爆にも対応できるらしいです。その中には超豪華シェルターで、室内には都内の主要道路が反映されたライブ映像と、さらにその奥の部屋には机があり、その上には赤い電話がポツンと置かれているそうです。その受話器を取るとつながる先はワシントン。今までの話を整理してみると、日本では国のトップたちは身を守るシェルターがすでに用意されてあるように見えますよね。しかし日本でも家庭用核シェルターブームが一度あったらしいです。北朝鮮のミサイルを本気で心配し、アメリカのシェルター販売業者に一気に注文が入ったらしいです。メーカーによっては違いますが、換気装置、トイレ、シャワー、台所、ベッドなどを備え、高さ 2.1 メートル、6畳ほどの広さの最小タイプが人気だったといいます。価格は日本円で約500万円。そして2020年現在、世界的大流行の疫病により世間の危機意識が上昇。2019年よりシェルターの問い合わせが約3倍になった販売業者もあるといいます。シェルターにはいろんな種類があって、放射能から身を守る地上設置型、地震から身を守る耐震シェルター。耐震シェルターは寝室やリビングなどの部屋に耐震補強をしたり、屋根を軽量化したりし、建物の倒壊から身を守ります。NBC 兵器などから身を守る地下設置型、津波から身を守る津波シェルター。これは津波発生時に浮くタイプのシェルターに入り、流されながら身を守ります。ちなみに核シェルターの安全性に関しては様々な意見があり、核兵器による直接の被害、
一時被爆では核兵器の種類にはよるが、着弾直下にいる場合は核シェルターでも被害を防げないと考えてもいいだろうという意見もあります。シェルターの種類によっては広島型原爆の場合は内部に損傷はないと保証しているメーカーもあるそうです。ここからはやりすぎ都市伝説での積算パートの簡単な考察にはなりますが、今回のやりすぎでは地下シェルターという表現でしたが、一般的には地下シェルターという表現より核シェルターという表現が多いと感じます。調べていて気づいたのは、シェルターにはそれぞれの災害に特化した種類があります。しかし今回やりすぎでは大型のシェルターをコロニーと表現していました。僕自身調べたところ、地下シェルターイコールコロニーという表現ではまだネットには広がっていません。ではなぜ地下シェルターイコールコロニーと表現したのか。今までのやりすぎ都市伝説では、フォトンベルトによる氷河期などの異常気象、最新テクノロジーによる AI との融合、デジタル空間への移住計画、火星への移住計画、そして大企業や国のトップたちはすでに何年も前からシェルターを用意していたり、何らかの対策を考えているように見えます。そのことも考慮して考えると、今から人類がそれぞれの生活する場所を選択する、そんな時代が来るかもしれません。宇宙、火星、デジタル空間、地上、地下。2008年にビル・ゲイツ主導のもと作られたスバーバル世界種子貯蔵庫も